こんにちは、ミミです。モカです。今回は、魚雷を作ってみたのと、生成 AI を活用してみたって話です。前も作ってなかった？そうだけど、今回のは全然設計思想が違います。ドローンとか UAV 向けに作りました。左2つが今まで作ったやつで、右が今回作った魚雷です。ちょっと小さめになったね。てかなんでドローン？ちょっと前に、密漁船対策で魚雷とか船を作りました。こんな感じで、数キロメートル以内の密漁船に魚雷を命中させることができます。当たったね。操舵不能っぽいです。でも、船から遠く離れた密漁船は、対処も監視もできないです。当然、何もできないので、私の分のお魚がいなくなっちゃいます。許せません。お魚もっと欲しいです。欲張りだね。猫ですから、当然です。まあ、そのために、広大な範囲を監視して、密漁船に対処できるドローンが欲しいです。ドローンの構成はこんな感じの予定です。右の丸2つがドローンです。役割分担してるね。高価なセンサードローンと攻撃ドローン、そして安価な魚雷があって、まず、センサードローンが密漁船の捜索をします。見つけたら、座標と速度を計算して、攻撃ドローンに送って攻撃してもらいます。捜索はレーダーやカメラ、ソナーでやって、正確な座標と速度の計算はレーザーでやる予定です。攻撃ドローンにはオートキャノンと魚雷を搭載する予定で、砲撃で上部構造物を壊しつつ、雷撃で船底を壊すって感じです。上と下から壊すのか。効果的なはずです。今回作った魚雷は、攻撃ドローンに搭載するための魚雷です。なので、ちょっと工夫してみました。とりあえず、基本性能はこんな感じです。小弾頭を9個搭載してるので、船底に大ダメージを与えれるはずです。でかいの1個の方が良くない？なぜか小弾頭を9個搭載した方が、威力もコスパもいいです。この2パターンの魚雷を前作った漁船に当ててみます。左が中弾頭バージョン、右が小弾頭バージョンです。損傷は中弾頭の方が大きそうじゃない？損傷はそうだけど、右はもう沈み始めてます。沈むの早。超早いです。この後、小弾頭バージョンが42秒で沈んだのに対して、中弾頭バージョンが379秒かかって沈みました。約9倍早いです。圧倒的だね。今度は、こんな感じの箱を爆破して、浸水速度を測ってみました。結果がこれです。左側が中弾頭、右側が小弾頭のデータです。1個あたりの浸水速度は、どっちも36リットル毎秒程度なので、安い分小弾頭の方がコスパいいです。その上小さいので、たくさん搭載した上で小型化できます。3ブロック小さいです。ちょっとだね。速度は100メートル毎秒、射程は4キロメートルでそこそこって感じです。それ射程足りる？ドローン向けの航空魚雷なので、多分大丈夫なはずです。そして、コストは燃料代含めて1663です。安いの？何個か工夫したので、今まで作ってきた魚雷とかミサイルと比べると、格安です。例えばこのステルスミサイルだと、燃料代含めて11210です。高くね？本体だけなら2570なんですけど、燃料が8640もします。ほとんど燃料代じゃん。意外とロケットエンジンは高かったので、今回ディーゼルにしました。あと、安くする工夫として、誘導方式は指令誘導です。こうすることで、正確な誘導が必要な代わりに、センサー台をケチれました。安さ全振りだね。あと、もう一個ケチりポイントがあります。エンジンスターターも魚雷側には搭載してないです。その代わりに、トルクコネクターを介して、簿記のモーターにエンジンをかけてもらいます。これで40くらいコストをケチれます。ケチってばっかりじゃね？そんなことないです。威力向上のために、突入角度の調整機能もつけました。敵の船がいるところの水深を入力すると、自動でぶつからない程度に潜ってから突入してくれます。水深100メートルで、31度の上昇角度です。こんな風に、1回潜ってから突っ込んでくれます。おお。船底に命中です。強そうだけど、水深入力するのめんどくさくない？まあ、そうかもしれないです。なので、センサードローンには水深を測定する機能も搭載予定です。あと、ドローンに搭載した魚雷を遠隔で発射した場合、魚雷の位置がよくわからないかもしれません。なので、魚雷の座標を出力できるようにしました。このコンポジットの情報を使えば、こんな風に敵と魚雷の位置関係とかもわかります。青いのが魚雷で、赤いのは敵の船で、それぞれの白い線は速度を表してます。命中した？当たってます。ちょい便利機能だね。じゃあ次は、操作方法を紹介します。と言っても、今回も簡単です。まず、FCL で目標をロックオンします。ロックオン完了です。そしたら、水深を入力してください。あとは発射ボタンを押すだけです。水深がわからんときは？何も入力しなければ OK です。普通の魚雷と同じ挙動をします。
中しました。確かに簡単そう。もちろん、航空魚雷としての機能もバッチリです。試験機から発射してみます。100メートル毎秒くらいで飛んでるので、魚雷と並走できます。異様すぎる。ちなみに、ドローンの構成と同じように、FCL からの情報を飛行機で中継して誘導してます。うまく当たりました。ということで、魚雷の紹介は以上です。コスパ重視だったね。やっぱり、たくさん沈めるなら安い方がいいです。じゃあ、次は生成 AI を活用してみたっていう話をします。流行ってるよね。最近、かなり頭がいいです。1年前の時点で、ジェミニのディープシンクは数学オリンピックの金メダルくらいの賢さらしいです。すご。うまく使えば、ストアの難しい問題も解けるはずです。でも、私はあんまり活用できてないです。このままじゃ、密漁してる村に遅れを取っちゃいます。お魚取られちゃうね。それじゃまずいので、活用方法を考えてみました。まず全体の流れを説明します。最初に、ストアの問題を、数学の問題っぽく書き換えます。次に問題を解く Python スクリプトを AI に書いてもらいます。この時、心配っていうライブラリを利用させます。ヘビが嫌な感じですが、数式を処理してくれるすごいやつです。あとは実行して、結果をルアに組み込みます。よくわからん。じゃあ、ミサイルとか魚雷に重要な関数をこの手順で作ってみます。最初は、数学の問題作りです。じゃあまず、ミサイルの誘導について説明します。この図は、左の点が目標で、右の点がミサイルです。変数はそれぞれ、目標の座標と目標の速度、ミサイルの座標、ミサイルの速さです。それでこのミサイルの速さで、どこへ向かえば目標と衝突できるかっていうことを知りたいです。この図で言えば、目標は右上に向かっているので、この辺りへ向かうべきです。この座標を求める式を考えてっていう問題を作りました。長いけど、内容的にはそこまで難しくないはずです。最初がシンプルにしてほしいことの指示で、次が変数名とか型とか、範囲です。実数ですとかいるの？一応入れときました。最低限、変数名を指定しとけば、あとは AI がいい感じに調整してくれると思います。最後に、使ってほしいライブラリとか、出力形式とか、実行環境とかです。このプロンプトは、概要欄に貼っときます。じゃあ、問題ができたので、AI にスクリプトを作ってもらいます。ジェミニとかチャット GPT、クロードら辺なら好きなの使って OK だと思います。ここは YouTube だし、コラボを使う予定なので、今回は Google のジェミニにやってもらおうと思います。設定はプロモードで、スクリプトを書いてもらいました。このスクリプトを、Google コラボっていうので実行します。何これ？ Python のインストールとかなしに、ブラウザから Python を実行できるやつです。始め方は、サイトを開くくらいだったので、入門動画とか調べてください。丸投げじゃん。超簡単だったはずなので、丸投げします。実行方法も簡単です。まず、AI が作ってくれたスクリプトをコピーしてください。あとは、コラボのこの部分に貼り付けて、再生マークを押すだけです。待ってると実行されます。完了しました。式クソ長くね？そうだよ。今回、わざわざスクリプトを書かせて、それを実行するっていう手間を入れている理由です。この方法なら、解き方は AI が考えて、実際に解くのは心配がやるので、こんだけ長い数式でも正確に扱えます。便利だね。と言っても、ここから一工夫は必要な感じでした。この式は、衝突する時間 t を求めてから、目標の座標と速度で衝突地点を計算しているっぽいです。t を求める式は、解の公式を使ったようなので、A と B と C に分けた方が後々関数を作りやすいです。それに、スクリプト内では、すでに分けてくれてるっぽいです。なので、t を求める式の A と B と C を出力するよう、スクリプトを書き直してもらいました。実行結果がこれです。まだ長いけど、マシになったね。この形なら、判別式が使えたり、ゼロ助産エラー回避がやりやすいので、ルアにするときに都合がいいです。あとはこの式を使って、こんな感じにルアの関数を作るだけです。本当に正しく動くの？今回はそこも確かめてみるよ。実はこの関数、全く同じものをかなり前に作ってます。なので、前作ったバージョンと今回作ったバージョンの関数に、乱数を入力して出力がほぼ同じかを比較してみます。テスト方法は、まずミサイルと目標の座標と速さをランダムに生成します。次に、関数に生成した座標や速度を入力して、出力を比べます。計算結果の差が 1cm 未満なら、計算成功と判断します。これを10万回繰り返します。多いね。結果がこれです。全部成功で、誤差は最大 1.4mm でした。小さいけど、ちょっと誤差あるんだね。不動小数点の演算は誤差があるので、数学的に同じ式でも、計算順序とかで差が出ちゃいます。まあ、実用上は問題ない誤差なので、正しい関数が作れたと思います。そこそこいい方法っぽいね。初心者さんでも、高度なものを作りやすくなるかもしれないです。次回作る攻撃ドローンの弾道計算も、この方法で改良してみる予定です。じゃあ、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。高評価とか、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。